こんにちは、青森の小野です。今回はバグトラックの2台に薪ストーブをインストールして二酸化炭素の濃度を測りながら車中泊をしてきました。結構テントの中で薪ストーブ使ったりガス調理したりする人の参考になるような内容になっていると思いますので、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。今ね、外がね、3.7 度、中は 8.4 度、まあまあ寒くなってきました。今回はこれを使っていろいろ薪ストーブの安全性っていうのを確かめていきたいと思います。何回か使ってるんですけど、そこそこ精度が良くて CO2、どれぐらい出るかっていうやってみたいと思います。一応ね、今ね、はい、ここ全開にしてます。まだ換気扇はつけてないんですけど、全開にして、そっち側のドア、これも一応ここ三角形に開けてます。それで基準がね、はい、今400ってなってますけど、だいたい CO2 が 400ppm だと外と同じです。なんで基本的には安全ですね。これが CO2 がどんどん出てくると黄色になり赤になりっていう風に変化していくんですが、だいたいね 1500ppm までは換気しなくて大丈夫ですよっていう、室内の基準値ですね。で 1500ppm を上回ってくると換気が必要っていうような感じになっております。で、この間ね、バグトラックの中でね、レインボーストーブつけて、この CO2 センサーを使ってみたんですけども、あっという間にもう2500とか3000ぐらい ppm になるんですけれども、そうなってくると、このホルの中の酸素がなくなって、不完全燃焼を起こして、一酸化炭素を発生し始めるっていう風な仕組みになっているので、薪ストーブは煙突があって、それをね、全部外に排出してくれるっていう風になるんで、実際数値でね、見て、証明してみたいなと思います。ちょっとここに開けて、煙出してあげて、ここに置いてみましょうか。はい、こんな感じで、はい、酸素がなくなってくるとこういう風に数値が上がっていきます。はい、あっという間にほら2081、はい、これを閉めて、はい、ここに置いていくと。ちょっと換気していきます。はい。換気するとすぐにだいたい 400ppm まで下がります。ちょっと寒いね、やっぱり。ちょっと閉めようか。よいしょ。は
今外の気温が 2.7 度、冷えてきましたね。でホロ内が14度です。はい、そんな感じでね、かなりもう薪ストーブガンガンに熱くなってるんですけど、全然 CO2 が ppm 上がらない。400。これってこの薪ストーブが換気に関しては、その一酸化炭素、二酸化炭素に関しては相当安全。その石油ストーブと比べる手ですけども、安全っていうのがはっきり分かると思います。ちゃんとね、一酸化炭素センサーは積んではいるんですけど、おそらくここからドラフトすることで、そもそも換気自体を、換気扇みたいな働きにもなってんだと思うんですよね。なんでしっかり開けてあげると、かなり換気に関して、二酸化炭素に関しては心配がないです。もちろん油断は禁物なんですけど、そういうことが分かってきました。はい。2年目の私、ちょっと今わざと消しました。というのは、なんかちょっと熱がね上がりすぎてたんで、一回ちょっと落ち着けるためにね、こうやってやっぱ温度のコントロールさえしっかりしてあげると大丈夫ですね。今中が置き火状態になって、一番こう熱が溜まるっていう状態になっているので、この置き火の状態が一番安定して燃えてくれてるんで、大きい薪を置いてもそのうち火がついて燃えてくれるっていう状態になります。燃えてきた。こんな感じね。だいぶ薪ストーブ燃やすのが上手になってきました。思った通りにこうコントロールする楽しさっていうのがね、薪ストーブありますよね。いやー、いいね、楽しいです。200円で買った石焼きプレート、これにめっちゃシンデレラフィットです。がっつり辛い。全然動かない。
とりあえず、やっぱこう、とりあえずこんな感じ。まだ一酸化炭素センサーもなんないんですけど、まあこういう具合ですよね。よいしょ。うまそうです。ここ閉めて、ここちょっと開けて、まあここも開けてますけど、換気自体はそこまでいい状況じゃないです。石油ストーブとかつけたら結構二酸化炭素が溜まる状況で、はい、ご覧の通り 400ppm 以下っていうことですね。薪ストーブは本当に温度のコントロールだけ
難しいだけで、一酸化炭素とか二酸化炭素が非常に出にくい暖房器具ということが分かりました。こういうね、実際の数字を見ながらやるとすごく楽しいですね。あと今まではずっとね、ここに座椅子を置いてたんですけど、今回、寝袋と電気毛布を下に敷くっていうスタイルにしたんですけど、ずーっとこの体勢だとやっぱり背中から冷えが来るんですよ。どうやってもこう風の通り道っていうのがあるのでなんだけど、寒かったらこっちからこういう風にすれば、これで背中がめっちゃあったかいっていう。去年まではこのこと気づいてなくて、これがすげえいいですね。だいたいいい感じに仕上がってきたなっていう、しょっちゅう仕上がってきたって言ってるんだけど、まあ仕上がり続けてますね。はい、そんな感じです。で、寝るときはちょっとこの薪ストーブが冷えてから寝袋を戻して寝るという、そんなスタイルで、ちょっと今日は寝てみたいなと思います。はい。はい、今回の車中泊アイテムはスパロマさんという会社から出ている二酸化炭素センサーです。使い勝手とかはね、動画の中でずっと出てたのでなんとなく伝わったんじゃないかなと思いますけども、細かいスペックはねまとめて表にして貼っておきます。使った感想としてはもう本当に使い方シンプルで、ボタンもね2つしかないですし、説明書も分かりやすいんで使い方分かんないってことはないと思います。で、裏の取っ手みたいなのを広げるとああいう風に立ちますし、本当に大きさがねコンパクトでめちゃくちゃ使いやすいです。で、ボタンを押せば摂氏と華氏で表記も切り替えられたりします。それから換気必要になったらね、ブザーが鳴るようにも設定ができたりもします。一番最初に使う時だけね、2つのボタン同時長押しで再起動して3分待つっていう作業をする必要があるんですけども、それをやるとあとはずっと自動的に二酸化炭素濃度と温度と湿度を測り続けてくれます。で、今冬キャンプねやる方も多いと思いますし、でそうなるとテントの中に石油ストーブ入れたり薪ストーブ入れたり、あとね車の中でちょっとしたガス調理器具使ったりする方もいると思うんですが、そういう方はね一酸化炭素センサー入れてると思うんですけども、結局空気中の酸素を使って燃やすから二酸化炭素が増えて、で酸素足りなくなるので不完全燃焼を起こして一酸化炭素が出るので、この二酸化炭素センサーもあると安心なんじゃないかなと思います。ちなみにこれ Wi-Fi 環境があるとスマホのアプリと連動して、この温度計が置いてある離れたお部屋の空気の状態も分かるっていう機能もついてるそうです。なんで家の中とか、お店とかのね感染症対策にも使えますよって書いてありました。はい、そんな感じのこの二酸化炭素センサー、概要欄にリンク貼っておきますので、もし興味がある方はぜひ検索してみてはいかがでしょうか。以上、青森の小野でした。最後までご視聴ありがとうございました。